こはローランドのお店。ぬるいやつは今すぐ出てけ。立てつくやつは排除する。黒崎さんをシック専任のシックの店長として、もう単体のスタッフということに、なります。何がシック一人っていう言い方は俺はできないです。シック一人でお願いします。でも実際に俺の後任は有志代表がなってるわけだから、有志は、本店も含めてのクラブの統括の代表という形になります。バトルで、有志さんの記録が抜くっていうついてくれないやつは俺はいらないんで。通過点なんで。人事をめぐるお家騒動には続きがあった。シックのみになったんじゃないですか。どういう感じなんですか。外されたんじゃないですか。いや、これは外されたんではっきり言いますよ。ローランドのホストクラブは現在3店舗。鬼軍曹こと黒崎店長が配属されたここザシックにカメラが入った。ローランドの独断により体制はガラッと変わる。今日はイベント？九条レイ部長の昇格祭ですね。部長の昇格祭です。何から部長になるんですか。支配人ですね、確か。支配人から部長です。ホストクラブはやたら肩書きが多い。グループの組織図によると、なんと8段階のピラミッド構造。ちなみに会長ローランドは別枠。鬼軍曹黒崎店長も内勤のトップではあるが、ホストの組織図には組み込まれていない。出世とその待遇を望まない者はいない。だから昇格すれば派手にお披露目する。いや、なんだレイさんも、初めてお会いしたのが4年ぐらい前じゃないですか。5年ですよ、もう5年。5年ですか。5年です、5年。やばくないですか。遡ること4年。このチャンネルが開設され、記念すべき第1回目のホストクラブ密着の記録を見ると、夢で3回ぐらい会ってる感じですね。俺も20歳7年目だから結構ベテランの20歳。まだやんちゃにも見えるローランドはさておき、ホストデビューしたてのレイの姿はいた。ホストクラブとかよく行ったりするの？行かない？初めて？今初めてなんだ。すごい緊張するでしょ。緊張するね。緊張する。なんかそんな大丈夫、その緊張ほぐすのが俺らの仕事だからさ。そうか、いただきます、いただきます。まあでもお酒あんま強くなかったとしても、多分俺が一緒にいたら俺が酔わせてあげる。できるかな。別にお酒飲まなくてもいいかなみたいな。で俺と一緒にいて酔わない？大丈夫。酔ってる？もう酔った。じゃあお酒いらないじゃんもう。ね。当時のローランドの影響でひたすら弾丸トーク。なんか早いのがかっこよかったのだ。あどけなさの残る20歳は4年経った今、部長に大昇進。部長職は一般企業で言うと50歳ぐらいでやっとなれるかどうか。今日の衣装のコンセプトは何ですか。今日これワンピースの和の国をモチーフにして、ちょっと和っぽくないですか。白をモチーフにして作ってるんですけど、カバー自体こんな部長見たことない。どうですか。いや、派手。部長ってあれですよね、上から2番目ぐらい。部長は代表代理、取締役部長なんで、まだ3つぐらいあるんですよ、上に。レイさんの上に誰がいますか。今はシックではいないです。通常の企業ではありえない快進撃。やはり部長には見えないが部長なのだ。マジありがとう。忙しい中。本当に嬉しい。泣いてるの？泣いてるの？もっと言って。いやもう頼んでるだけでなんか泣いちゃいそうになって、すごい嬉しい。いつもはなんか弟って感じだけど、今日神様って感じ。弟から神様。今や
レイは弟ではなく部長なのだ。VIP ルームに駆け込むお客さんの姿。そのお目当ては。お久しぶりです。あれ、ケンシャラズ顔変わった？変わってない。密着カメラにピースサイン。ディレクターが一番嫌がる行為で、そしたらなんかそのファーストした先輩が真面目に答えているのに映像が台無しだ。おそらく無意識に出てしまうピースサイン。止められないのだ。当時ケンシロウは入店1週間の末端ホストにもかかわらず、なあケンシロウ、何の話してたの？肘つくなお前。ほら、無意識の所作でみんなを不快にさせた彼は今、これさ、3ヶ月ぐらいで変わるのか。てかもう肘つくなよ肘。人の振り見て我が振りを直していた。今日ね、韓国から帰ってきたじゃん、それでなんか空港まで迎え行くみたいな。日本着きました、LINE 見ました、寝てたわ。いやいや、寝たみたいな。いや、はい、当たり前ですもん。ごめんの一言もないよ。普通にさ、約束破ってるじゃん。直してほしいよね。いやいやね。直してほしいんだってよ。教育。どんな恥ずかしい会話やねんこれ。マジで。無意識に誰かを不快にさせる本質は感知しづらい。ただそれがケンシロウの魅力なのかもしれない。そしてここザシックにはとんでもない化け物がいる。来年は10億目指そうかなと。冗談じゃないよ。今もその10億いってるんです？もちろん。ちょっともうザ・バトルちょっと楽しみにしておいてほしいですね。あ、そうなんだ。そうですね。自分の中ではもうザ・バトルでユウシさんの記録が抜くっていう方がいけるなっていう。7月末にユウジさんの6億円を超えますね。もちろん。通過点なんで。どのぐらい確率ありそうですか？ 100%。100%いく？ 100%。なるほどね。セルティアは本当に10億円売るつもりだ。よいしょ。もっとね、シックのみんなももっとね、噛みついてナンバーワン引きずり下ろそうって焦らせてくれると嬉しいです。よいしょ。果たしてナンバーワンの牙城を崩す者は現れるのだろうか。そしてローランドの独断によって表舞台に出ることを禁止された黒崎店長。鬼軍曹としてローランドの代わりにグループ全体を取りまとめてきたのだが、黒崎さんをシック専任のシックの店長として、もう単体のスタッフということに、なります。今は3店舗の中でここザ・シックのみの管轄になったのだ。1ヶ月前の例の人事があったんじゃないですか。でシックのみになったんじゃないですか。シックのみっていうか、それと同時に、ちょっとある程度ほぼ一任されてる感じ。どういう感じなんですか？外されたんじゃないですか。いや、これは外されたんではっきり言いますけど、何が何でシック一任っていう言い方は俺はできないです。シック一任でお願いします。でも実際に俺の後任は有志代表がなってるわけだから、普通に世間一般的な感覚で見たら、一般企業だったら交代ですよね。だってだから当事者の若したら外されたになりますよね。言ってしまえば、こういうのを放映したら、ホストたちはご自身のチャンネルで、自分が言いたいことを言ったりとか、ご自身のSNS で
事実はこうなんですよっていう、こういうふうに描かれてるんだけど実はこれが事実でみたいな、それぞれ意見を言うんだけど、黒崎さんはそれを見たことがないですよね、僕は正直言って。弁明するとかってことですか？全然する気にならないですよね。出演を了承してる以上は文句言う権利がないから。嫌だったら最初から嫌だって言うから、出ないって言うから、出てる時点でそこに関しては別にマジで出たいと思わないです。鬼軍曹こと黒崎店長はホスト全員の前で外された。自分がここまで緊張できたのも自分は、一番黒崎さんがここまで面倒を見てくれたからこそ自分は今ここまでの立ち位置にいるんだなと、思っているので、本当にここまで部長という役職にね、作る本当に嬉しいです。俺は誰が何と言おうと外された。降格したのは事実だった。黒崎店長と歌舞伎町の帝王と呼ばれたローランド、その付き合いは5年にも及ぶ。2019年ローランドがホストクラブを立ち上げることに。ただホストにはお店のマネジメントが全然わからない。だから黒崎店長だけが頼りだったのだ。5年間鬼軍曹として嫌われ役を一手に引き受け、ホストクラブは3店舗にまで拡大。なのに先日黒崎店長は昇進ではなく降格されたのだ。呆然自失。もはや口を閉ざすしかなかった。一発目開封させていただきます。339977サンキューな、よいしょ。サンキューだ。役職以上に、必要な人材ですので、責任を背負ってホストという仕事を全うしていただきたいなと思っております。改めて九条年部長昇格をおめでとうございます。そしてありがとうございました。ちなみにこの日ローランドは地上波の収録で海外出張中。次回、本来のこの密着の目的、ザ・シックのメンバーはあの人事に何を思うのか。有志と心中するみたいに言ってましたけど、派閥って言っちゃあれですけど黒崎派閥の方が幹部として育つのかな。ローランドさんはね、シックに来ることはあんまりないんで、社長がお忙しいっていうのはもう存じてないですけど、向き合ってくれてんのかなって正直疑問には思っちゃう時もあるから。この壁にあったシーンはどうなったんですか？もうこの店にローランドの面影は